ちょっと待ってくださいね。待ってこれ10点満点です。9点。だいぶ面白いですねそれは面10点白いかと思いきや9点。それは面白い彼のスピーチ良かったから取っていいの3点で。期待やねんけど。ブリンブリンだなって思いましたねどこですかああ、そういうこと。皆さんこんにちはスターグローです今日は皆さんに大切なお知らせがありますスターグローのファンミーティングツアースタークルーズ新しいグッズができましたありがとうございます素晴らしい。ということでグッズといえば SGGK は誰だニューグッズ1ミニッツプレゼンバトルよいしょー。1ミニッツですね。これからですねメンバーそれぞれが、自分の担当グッズを決めそのグッズがいかに素晴らしいかライブに来てくれるスターズの皆さんが思わず欲しいなって思うような、プレゼンをみんなでしていこうよという感じですね、お願いしますよ。でそのプレゼンを聞いた他のメンバーは1点から10点までのポイントで評価していきます、一番高かった人が第2回 SGGK すなわちスターグローグッズキングの称号に輝きますなるほど、SGGK ね。ちなみにこれ多分初代が全員なんですよあ、そっか。多そうだったね。分全員だったからもう今回は決めちゃおうじゃないか仲良くやってる場合じゃないと。はい今回はだから誰がその一番 SDGs になれるかってことと。SDGs。い大事だけどねうわ、いいな、いい SDGs。なそれこれ挙手制ですか？はい誰でもいいですお前俺からに決まってんだよ。おー先行やっぱね、ラップいいねバトルでも先行取ってますから。ということで大輝の1ミニッツプレゼンスタートスターグローは最先端を走るグループです。皆さんお見て分かる通り、見てください。これネイルリング。ネイルリングってこう爪の先にくっつけられるんですよ。指輪だけじゃないこのネイルの可愛さも象徴できる素晴らしい商品です。そしてこちらタトゥーシール。タトゥーシールを水ぴょっぴょっぴょってやるとスターグローに体がなっちゃうオーマイガッシュってことでねやっていきましょう。で、これが、ピンですね。髪をシュッシュッと留めたり、帽子のつばだったりカバンだったりにシュッてやるだけでもすごい可愛いです。めっちゃ俺もドキッとしちゃうわ。で、これ巾着です。巾着はリップ入れたいなとかリップ入れたいなとかリップ入れたいのとかこちらです。見てください。リップこれ先につけられるとこれ最先端じゃないですか。これつけたらこう開けられるんですよ。こうやってそうでこのままこう閉じられる。リップって普通のシンプルなものじゃないです。こんな可愛くできるんです。リップだけでこれポンポンもう頭にポン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 ってつけただけでまるで時代が変わっちゃいますオーマイガーこれはさこのシークレットボックスの説明でいいんだよねはいそうね。で、10点満点中？なんかコメントも残すからねちょっとオッケーオッケー。点数だけとりあえず10点満ちょっ点とその間にちょっともっとこれとこれ紹介できてなかった。これはシュシュシュです。シュシュとあとこれブレスレットです。ブレスレットこういう網網になっててめっちゃ可愛いんですよ。こんくらいもう見てください。こう紹介できないぐらいたくさんの内容になってます。シークレットボックス。じゃあ順番に行きますかね。お願いします。じゃあ、テイさんから行きますか。 85点ありがとうございます。はい嘘10点お疲れちょっと待ってくださいね。待ってこれ。 10点満点です。満点そうだからありがとうございます。ありがとうございます。シンプルにまあ真面目にちゃんと言っててよかったって思ったいきます5点ですねおお、51だけに。はいこれには明確な理由がありますはい。シークレットボックスって言わなかった確かにそれはそうこれはそうこれはこれはかなりの原点かなりでかい本当にそそうでも普通にプレゼンは良かったんですよでやっぱなんと言ってもこう手元がやっぱギラギラしててブリンブリンだなって思いましたねブリンブリンだなって思ったしやっぱこう最後の方のフリーキーなフロアあったじゃないですかはいはいはい、入れました。やっぱあそこが結構ヒップホップだったなと思ってマジっすか。僕こちらです。 24/7 24/7ない。いや最初24/5くらいかなと思ったんですけど、すごいなんか大輝がシュシュをつけてる姿を想像して可愛いなと思って、7点に。 7点っていうう。これ言うとその大丈夫。7分の24だからそのだから3余り
2だね、3だね。3割3。七三21だからね。3割3だったから、点数的には。じゃあ何点ですか3割3点。3.3です。3.3点。あ、3点ですか3点です。すごい。じゃあ僕はこの6点で。おやらお、安牌だね。だから本当に最初の説明がなかったっていうのと、あそこは良かったと思うんですけど、入りは良かったと思うんですけど、はいその途中のなんか言葉がなんか会場がなんかあんま受けすぎてたなっていうのがやっぱあって合計いくらかこれ10点5 5点点3 3点点6点だからいいの3点で24点24点。ありがとうございます。初っ端から40点満点中の24点高いんじゃないいただきます。じゃあ、俺行きますわ。じゃあ次はルイですね。それではルイの1 minute present スタート。はい、ということで、今回紹介させていただく商品は、これ、なんて言えばいいんですかね。どう言って言うんだっけ、こういうのって。あれなんだっけ、ジャケット言えないのアシストはちょっとできないまあ、上に着るやつ。で、俺がこれいいなって思うとこは、まあ、たくさんあるんですけど、まず、通気性がいいんですよ。なんか、後ろの背中に、これ、なんだっけ、これ、網網になってて通気性がいいっていうのがあって、登山とかやる方、ぜひおすすめかなって思います。まあ、アークとか、まあ、その辺と並べられる、ブランドだなっていうふうに思います。あと、まあ、つばがフードについてて、これ、着た時のシルエットがとてもいいんですよ。まあ、あと、サボってないっていうところがあって、ここの、ポケットがめっちゃなんか、チャックがついてて、あ、ここサボってないです。終了。ありがとうございましたありがとうございます。あ、なんかもし伝えきれてないところがあったら、そうですね。はい。あとこの5本線を5本線が何を意味しているかというと、これスターグローのメンバーの数5人みたいなこともあるし、俺的に一番やっぱおすすめなのはここの絞れるとこがあるっていうのがとてもいいなっていうふうに思います。なんかその自分でシルエットを決めれたりするっていうのがすごいいいなって思うし、あとフードにもついてるんで、なんかめっちゃ普通にファッションできるなみたいな。春夏秋冬どれでも活用できちゃうよみたいな。じゃあ、ジェイさん。はい。点数は、99点です。はい、嘘。9点です。やった理由は明確にありまして、まあ本当にちゃんとこの、商品の良さをしっかり伝えてたところが良かったかなと思いあ、あります。がとうございます。ただあとちょっと時間が少し伸びてしまったっていうところが1点の大きな差だったかなと思います。でも素晴らしかったです。じゃあ僕いいですか。はい。 5点です。同点だね。お前5にこだわり強いな。はい。あとはこう5点引いてしまった理由としては、やっぱり商品名が言えなかった。そこは大きいです。はい、やっぱり大輝くんもシークレットボックスっていう名前を言わなかったし、名前が思い浮かばなかったっていうのは厳しく見させてもらいました。ただやっぱりそれはあるな。ただやっぱファッションとしてすごくわざわざ脱いで紹介してくれたりとかもして、好きっていうのが伝わったよね。はいはい、僕はこちらです。6点。限りなくゼロに近いけどね。実用性の感じる説明で、なんか淡々と喋ってる感じがすごくいいなと思いました。ですが、やっぱり商品名を忘れてしまったっていうのは、その紹介する上ではナンセンスかなという。そうですね。見解ではありますけども、でも僕個人的にはすごい好きでした。ありがとうございます。じゃあ僕の点数こちら5点ですね。なんか意外と普通やったなーっていうのがあってなんていうんかなもっとやってほしかったなーいうんがあって松本さんルイやったらもっとこうやってくれるかないうこっちの期待やねんけどなんかそこがあと
僕の個人的に紹介してほしかったドローコード紹介されなかったかっていうのはあって、時間内にはできなかったね。なのでちょっと5点にさせていただきました。ありがとうございます。でも俺よりは上回ってますね。そうですね、暫定1位ですね。ねよし、25。優勝はもうないよ。優勝アダムの点数が大きく響いてきましたね。確かにあそこそのまま無理ですね。 7だったらね3点だ1位でしたからはい。はいでは、いきます。カノンの1 minute プレゼン。私が紹介させていただくのはこちらのライトスティックございます。これはですね、もう皆さんやっぱライブに絶対に必要なペンライトの代わりになる商品でございます。こちらなんと123色に光るんですね。この黄色のライトはもうこのスタークルーズのイメージですね。そしてこちらグリーンライトの緑、そしてブラストオフの赤、この3色に光るというこの素晴らしいね、商品なんでございますけど、このライブでこうやって使ってほしいし、なんといってもね、このウィーリモコンのあそこみたいな感じのやつがついてるから、これをつけることによってこうやって振ってて、あ、落下しそうみたいな時に、あ、やばい、これができるんですよ。これが素晴らしいんです。そして軽さ、ペンライトってちょっと正直重くて肩痛いかもなみたいなあると思うんですけれども、これ軽いから重くないんです。軽いから重くないこれですよ。そして僕たちにはまだペンライトっていうものが存在しないので、その期間でしか販売されないある意味貴重な商品でもありますのでね、もう51のメガネを借りて挑みましたから、51パワーが入ってるんじゃないかなっていう。じゃあ僕の点数ははいこちらです。5点です。なんでかっていうと、Wii っていう発言あったじゃないですか。あそれは思ったよあれ著作権 NG っていうことでそれは思もうったよ。著作権でまず5点マイナスです。Wii ダメなの？ダメです。で、ルイ君にシンプルっていう話をされてたじゃないですか。うん。それな。結構シンプルだったんじゃないかなって思って、自分がねだからもっとなんか「カモンこれやる」みたいなまあ確かに、ことやってもよかったんちゃうかなってうん思いますけど、それはほんまにそうですわ。は僕の得点はこちら。もういいよ。い、さんまさんの。これなんでかっていうと、うん。はっきり言って、あんま面白くなかったみたいな発言あったじゃないですか、うんあったねエビさんのプレゼンで正直同レベっすね正直はっきり言って同レベのおもろさでしたね。そっか。ただやっぱり今日つけてらっしゃるメガネ、そのメガネがすごくかっこよかったです。さっき仮パクしてたからマイナス2点ぐらい、違いますよ。ちゃんと交渉しました。マジですか、うんちょっと待ってください。交渉しましたちょっと待よ。ってください。うん。かけさせてって言ってかけました。ダメだよ。これ6点とかじゃない。 6点です。おー6点上がったんだそじゃあアダムさん、美味しいよこれやなお前風さんやめ藤井て。風さん。まずなんかそのグリライブラストオフやるって限らないやんか。そのだからわしがそのファンやったらそのなんかセトリのネタバレとかになるからなんかその曲だけの色じゃないやんか、緑とか赤って、ツアーでやるとは限らないし、ね、そうだからなんかそれは思んないなってシンプルに思いました。いやでもほんまにみんながここに集まってくれたのはほんまにミラクルじゃけん。みんながグリーンライトとかブラストオフとかをやる期待みたいなのをしてるやんか。ほんならもういいやん、みんな10点やんか。でも本当に一個言いたいのは、あなたのジャパニーズは本当にミラクルだかありがとう。らよかった。ありがとうございます。で何あり点ですがとうございかます。 4点。で4点か微妙だな厳しいな。 564そっか15か今んとこ。できます。じゃあお願いします、ルイさん。ドユーイングそれが気になっただけやったそれで時間かけてたの今まで。ン。もう彼のスピーチ良かったからうん。選んでいいよっていうので、この絵の中から数字を見つけて自分の点数にしていいよ。え？
ここが9ってことで合ってますかね。あ、じゃあ9点です。よしよしよしよかったやん。優勝はなくなりましまあまあ優勝はなくなったけど。じゃあた。むいくんが暫定1位のところに。はい。結構いい勝負してんじゃないですか。結構良くない？それではゴイチによる1ミニッツプレゼン用意スタート。いっちゃう？どうもスタイリストですということで、今回僕が紹介するのは、僕がリースで持ってきました、こちらスターグローのまずラグラン T シャツ、まずこちらから紹介させていただきます。丁寧に服を置く。そして、僕がまずねもう着てます。これはM サイズになるんですけど、結構まあタイトめに着てもいい感じかなみたいな、こう割とこう平成の質感みたいなのが出るかなみたいな思います。で逆にこうデカめに着てもそれはそれでいいじゃんみたいな、いいじゃんみたいないいじゃんみたいなありますよね。で続いてこちらのリンガー T シャツ、こっちもいいんですよね。この黒、やっぱ黒ってやっぱクールな色なんで、やっぱこう何色にも染まれない自分を表現するのにすごくぴったりだなっていうふうに思います。焼肉いっちゃう？いっちゃういっちゃう。おー、これはいいぞ。これはでも高得点かもしれないな。はい。いっちゃうについて説明させていただくと、僕たちの、すごくお世話になっているスタイリストさんがいまして、その方の、口癖、こう焼肉行きますかって言った時に、どんな時でも「いっちゃう?」って言ってくださるんで、やっぱこの「いっちゃう?」が聞ければもう焼肉食べたみたいな気持ちになれるっていうのはありますよね。で後ろの刺繍もね結構可愛くて、スターグローファーストファンミーティング、スタークルーズみたいな、あんまりこのラグランとかを出すグッズとして出すってあんまないかなっていうふうに思うし、もう結構マジで私服で結構活用できるかなって思うんで、それもポイントかなっていうふうに僕は思います。ではお願いします。じゃあ10点です。おお、まず最初「行っちゃう」って言ったと思うんですけど、はい行っちゃうって言った時点でもう心つかまれました。その行っちゃうって言った時点でもうスタイリストさんかのような安心感がもうあって、もうスタイリストさんが持ってきてくれた服なら間違いないっていう、まず安心感。そしてなんか平成っていう自分の好きと絡めてたんじゃないですか。でゴイチが気に入ってんなら買うわってファンもめっちゃいると思います。そして丁寧に置くっておっしゃられてたと思うんですけど、ちゃんと炎上しない丁寧に置くっていう詳細補足を加えることによって何も当たり障りないプレゼンになってたと思います。そしていいじゃんっていうその流行りを入れることによって TikTok でもしっかり切り抜かれる、あなた完璧です。10点です。おめでとうございます。素晴らしい。さあ僕の点数こちら9点です。ああ面白いですね。9点です。面白いですね。10点かと思いきや9点。でも本当つかみが良かったなって思って、ありがとうございます。最初のやっぱ行っちゃうから入ってきて、でそっからどうすんだって思ったらもう早速始めちゃってみたいな。でこのいろんなサイズ持ってきたのも良かったなと思って、自分のやっぱこの身長に合わせてみんなもこうゴイチがこれ着てるから私もこのサイズにしようみたいなのもできるし。で最後もいっちゃうで締めちゃったっていうのも良かったんですけど、10点じゃなかった9点にした理由は普通になんかうますぎて嫉妬心ですね。悔しいっすねそれは。嫉妬心さえうませなければ10点だったんだけど、ちょっとうますぎた。ありがとうございます。はい、僕こちらですね。文句なしドープな10点、リスペクトフォーリュウキさん。毎回その今日やっぱ厳しめに見てたところあったんですよ。はい。ただやっぱりそのスタイリストさんへのリスペクトとリュウキさんへのリスペクト、マジで HIP、HOP でした。マジでありがとうございます。ありがとうございます。いいもの見させてもらいました。ありがとうございます。そしてギリギリまで書いてくださってましたけど。もう本気で審査しました。ありがとうございます。いきます。はい、ドン。メルにて即決かですか？はい、ありがとうございます。Thank you。逆にして9点です。マイガー。ありがとうございます。もう高かった。もうこれに関しては嫉妬心です。僕も彼も言ってますけど、もう僕も本当に嫉妬心、もう上手すぎてちょっと最初から心つかまれました。最高の審査です。ありがとうございます。ありがとうございます。全員高得点。これはちょっとこれもこれ結構歴代最高得点出ましたね今これ。結構確定なんじゃないですか。
いやマジか。いやいますよ最後いまだますよまだ、王者がいますからまだねここに潜んでますから。それでは今宵この YouTube に伝説のプレゼンが残る。見届けろアナグの1ミニッツプレゼンスタート。よろしくお願いいたします。BMSG 交通のアダムと申します。室内の温度よろしかったでしょうか。とのチェックだけよろしくお願いいたします。はい、こちらですね、本日ご提供させていただきますのがボストンバッグ。こちら皆さんボストンと言ったらアメリカの地名ボストンですね。はい、ボストンバッグっていうのはですね、アメリカのボストンで学生が使っていたバッグがこのボストンバッグって呼ばれています。でですね、これカノさんとか筋トレされますよね、よく。これこの形ダンベル入ります。これダンベル入るんですよ。でやっぱこうやってみんなで思い出の星だったりとかブリンブリンだったりとかつけて、ジャラジャラできるわけですよね。やっぱこのブラックっていうのは何でも合うんで、こうやって肩掛けてもいいですし、ここにラブつけてもいいわけですよね。うわ、多分直哉君とかめっちゃ使えると思います。でやっぱこのまずボストンっていう地名が結構ヒップホップで、そのアメリカ産っていうのがやっぱこの日本のこれジャパニーズカルチャーにこの来るこの速さなんだよね。だからこのバッグぜひ使ってください。終了ですこれ結構中も良くてチャックもついてるしポッケも入ってるんで、中に小分けに入れるのもありで、このついてるキーホルダーたちは別売りなんですけど、このグッズでこういうもう可愛いバッグに変身しちゃうよっていうこちらのバッグ、あとここにしっかりロゴも入ってますのでいいと思います。アーティストのグッズだといい意味で思わないというか、なんか可愛い。それでは僕の点数、大輝さんからお願いします。でんえ、これ外したらもうそもそも0点。あ、そういうことね。はい、いきますよ。意味わかんないアクティビティ始めるの。いや、10点狙いますよ、僕。いきます、せーの。0点です。0点です。おめでとうございます。まあでも0点にふさわしかったんじゃないかなと思ってて、車内の温度、ボストンバッグ、筋トレ、何が関係があるんですか？もっとスターグローらしさを紹介してほしかったです。もっとスターグローのボストンバッグっていうのを主張してほしかったです。でもその気遣いはいずれ幸運を呼ぶと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。それではカノンさんよろしくお願いします。はい、僕はこちらです。筋トレをなめるなということで、まずボストンバッグにダンベルなんて入れません。なので0点とさせていただきます。もうそれだけですか？もう以上です。ゴイツさんお願いします。ということでですね、こちらのルーレットは、はい、なんと僕のこの人差し指で決定させていただきます。いきます。ルーレット開始。バカン0点。なんでだよ。ということで、アダムさん0点です。最高だよ。正解だよ。自分これにしたら結構理由があって、はい、10点にしてもいいし0点にしてもいいなっていう、はい、どっちかだったんですよ自分の中で、やっぱり面白いところはもちろんあったし、なんか結構京都のすごいアウターとかもすごいかっこいいし、ありがとうございます。いいんですけど、でもやっぱちょっとプレゼントしては微妙だな、どうしようかなって思った時にこのウルトラルーレットやらせていただきました。なるほど。ちなみに僕のタイミングは採用されないと。もうそうですね。これはもう僕の人差し指が上行きます。なるほど。じゃあレイさんお願いします。いいですか？バン。鼻が高すぎる。タクシー運転手。おやおや、よく見てみるとバンウルトラルーレット確認きた、確認きた。俺の指で。じゃあちなみにアダムさんがストップって言います。ガチですか？ブンデ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 ンスター0点。なんで？全体がね、0点です。もう最初から0点だったんだもん。お前 G にやつが0点です。はい。というわけで僕の点数0点でした。
結果発表。第2回 SGGK 一番みんなの心を刺激した SGGK は俺様だ。まあもうここでも来てるもん。もう愛が止まんないよ。もう勝てないわそれは。じゃあまだなんか紹介しきれなかったグッズがたくさんありますので、ちょっとだけそのグッズも紹介していきましょうか。あ、じゃあ、はい俺紹介するんで点数つけてもらっていいですか。またあ了解です。お願いしますオッケーそうだねです。残りのまあラストだしやっとこうスペシャルタイム。それではエクストラタイムということで、僕が追加でまだ紹介しきれてないものを紹介したいと思います。これ結構一番俺的にやばいなと思ったんですけど、このキーホルダー色違うじゃないですか。各公演によってなんと色が違うんですよ。そしてこちらのヘアバンド、メイクするときとか洗顔するときとかスポーツにも使えますねこれ。そしてこちらマルチストラップ、こちらさっき僕がね紹介したバッグにもついてましたけど、こうやって携帯でねつけて、こうやって首にもかけられちゃったり、しかも色がねすごくいいんですよ。ちょっとシルバーというか白というか高級感のある感じで大人っぽい、どんな服装にも合う色かなと思うので、ぜひ使ってみてください。あ、できました。じゃあせーのバンってみんなに出そう。もう素晴らしかった。いやマジですごかったわ。それではよろしくお願いします。せーの。バンということでこれが全部当てられたら、100点をあげます。しかもこれあれじゃん、全部俺が見た問題だわ。まあさすがにね。さあ覚えたでしょう。わかるよもう分かったでしょう。からどこですか。あ、分かんない。わかんない。まあ一旦飛ばして。じゃあ0点だこれはどこですか。ああ0点だじゃあこれはバチカン四国です。正解です。正解です。これ答えられたらもうさ100点でいいよ100点でいい。ガチですか。はいマジでどこ。 10点ですということでということでアルムさんがボーナスで得た点数は10点でした。よいしょ。まあ0点はいないからもうみんないい感じなんでもう国旗特技っていうのやめます。グッズ紹介していきましたけど、うん。購入特典8000円以上お買い上げいただいた方にですね、エンブレムステッカー、8000円以上ご購入していただいた方にプレゼントされます。だからなんかさ、こういうのさ MA1 とかにつけてもいいし、確かに A2 ジャケットとかにもいいし、はいいろんななんかだからジャケットだけじゃなくてね、はい物にもつけられるしね。うん。ライブとかでさ見つけたよねこれつけてる人とか。ねはいあれなんかあれ4人だったっけ俺らって。物足りない気がする。物足りない気はするけどまあ気のせいでいこうまあいっか。というわけで皆さん僕たちの思いが詰まりまくったグッズよろしくお願いします。お願いします。以上サークロでした。